皆さん、こんにちは。優しい日本語のポッドキャストへようこそ。山田です。毎日忙しいと、時々何も考えないで、ただ静かに時間を過ごしたいなと思うことはありませんか？今日はそんな気持ちになった先週末の私の一日の話をしたいと思います。それは特別なことは何もない、とても普通の一日でした。でも後から考えると、その一日が私に幸せは遠くにあるものではないということを優しく教えてくれた気がします。先週の土曜日のことです。前の週は仕事がとても忙しくて、私は少し疲れていました。だからその日は何も予定を入れませんでした。遠くに出かける元気もなかったので、家の近くを散歩することにしました。私の家の近くには古い商店街があります。その商店街の角に一軒の小さな喫茶店があります。名前は喫茶ポピンズ。ガラスのドアには猫の絵が描いてあります。いつもお店の前を通るのですが、入ったことは一度もありませんでした。その日、私はなぜかそのお店に入ってみようと思いました。ドアを開けると、カランコロンと懐かしいベルの音がしました。お店の中はあまり広くありません。木のテーブルが4つとカウンター席が少しだけ。カウンターの中には白髪の優しい顔をしたマスターが立っていて、いらっしゃいと静かに言ってくれました。お客さんは私以外に2人だけでした。私は窓の一番近くの席に座りました。そしてコーヒーを1つ注文しました。しばらくしてマスターが運んできてくれたコーヒーはとてもいい香りがしました。私は本を読もうと思ってカバンから出しましたが、なぜか読む気になれませんでした。その代わり、ただぼーっと窓の外を眺めることにしたのです。喫茶店の窓はまるで一枚の絵のようでした。その絵の中をいろいろな人が通り過ぎていきます。まず小さな男の子がお母さんと手をつないで歩いていました。男の子はパン屋さんの前で急に立ち止まりました。ママ、あのパンが食べたいとお店のガラスに顔をくっつけて言っています。お母さんはもうすぐお昼ご飯だからダメよと笑っていました。でも結局男の子に負けて2人で楽しそうにパン屋に入っていきました。次におじいさんとおばあさんがゆっくりと歩いてきました。2人は同じ歩く速さで、時々何かを話しては静かに笑い合っていました。おじいさんの手には花屋で買ったらしい小さな花束がありました。きっと家に飾るのでしょう。2人の間にはとても穏やかで暖かい空気が流れていました。しばらくすると高校生のカップルが自転車を押しながら通りかかりました。男の子が何か面白いことを言ったようで、女の子が声を立てて笑いました。その笑い声がガラス窓を越えて私の耳にも少しだけ聞こえてきました。2人の周りだけ空気がキラキラしているように見えました。私はコーヒーを飲みながらずっとそんな景色を眺めていました。そこには映画のような特別な出来事は何もありません。ニュースになるような
大きな事件もありません。でもそこにはたくさんの小さな幸せがありました。子供がお母さんにパンを買ってもらう幸せ、夫婦が一緒に花を買いに行く幸せ、好きな人と一緒に笑い合う幸せ。みんなそれぞれの普通の日常の中で小さな幸せを大切に生きているんだなと感じました。そう思っていたら、私の心の中に温かい気持ちが広がっていくのが分かりました。1週間仕事で疲れていた私の心がまるでマッサージされているようにだんだん軽くなっていきました。私は幸せになるためにはどこか特別な場所に行ったり、何か特別なことをしたりしなければならないとずっと思っていました。でもそうじゃなかったんですね。幸せは私たちのすぐそばに、日常の景色の中にたくさん隠れている。それに気づくことができるかどうか、それだけだったのかもしれません。1時間ほどして私はお店を出ました。マスターはありがとうございましたとまた静かに言ってくれました。外に出るとさっきまでの曇り空から少しだけ太陽の光が見えました。私は喫茶店に入る前よりも世界が少しだけ明るく、そして優しくなったように感じました。今日のお話はここまでです。もしあなたが少し疲れたなと感じたら、週末に近所の喫茶店の窓際の席に座ってみるのはどうでしょうか。もしかしたら窓の外の何でもない景色の中にあなただけの小さな宝物が見つかるかもしれません。それではまた次回の優しい日本語でお会いしましょう。さようなら。